沢は両腕で体を抱いた。寒い。濡れた小袖が肌に張り付き、歯が勝手になる。逃げている間は感じなかった冷えが、今になって骨の中から溢れてくる。男はいつの間にか湯飲みを持っていた。火の気などない、炉も釜もない。それなのに湯飲みからは白い湯気が細く立っている。飲みなさい。沢は身をこわばらせた。何？白酒です。冷えを少しは払えます。湯飲みから漂う湯気の匂いは優しかった。米の甘い匂い。祭りの日、子供だけに少し配られる甘酒の匂いに似ていて、沢の喉が鳴った。寒かった。喉も渇いていた。腹の奥は空っぽで、立ち上がる力も残っていない。沢は湯飲みを見つめる。白い湯気の向こうで、男の目隠しの文字がわずかに揺れている。読めない文字に自分の名前の一部がそこに混じっているような気がした。もしかしたら飲んではいけないものかもしれない。そう思った。でも指先の震えが止まらなかった。このままでは朝まで持たない。春臣と合流する前に自分が動けなくなる。妹を助けるどころか何一つできなくなる。沢は湯飲みに口をつけた。暖かくて、それだけで涙が出そうになった。腹の中を暖かさが満たすと同時に、米の甘さが空っぽだった体にゆっくり沈んでいった。走っている間は気づかなかった空腹が、そこでようやくほどける。膝の震えが少しだけ緩み、沢は初めて自分がまだ生きているのだと思った。その安堵と引き換えのように、外の雨音がさらに遠くなる。沢は湯飲みを膝に置いた。妹が。気づけば声が漏れていた。目隠しの男が静かにこちらを向く。妹？私が逃げたらあの子が代わりにされるかもしれない。言葉にした瞬間、胸がキュッと縮んだ。まだ12なの。何も知らないの。今朝も私の袖を触って、綺麗だって。喉が詰まる。妹を助けたい。そう言った瞬間、男の手のひらがわずかに開いた。かんざしを受け取った時と同じ赤い目のような紋がこちらを見た気がした。では、その子もここへ来ればいい。来られるわけない。村にいるのよ。あなたが連れてくれば隠せます。沢は息を止めた。村に戻る。その言葉だけで、喉の奥に三井様の匂いがよみがえる。濡れた石臼の音、白むくの重さ。男は続ける。私はここまで来た者の祈りしか受け取れません。春臣が峠の小屋で待っている。彼は沢を逃がすために残った。沢が戻ればその手を振りほどくことになる。それより何より怖かった。三井様が怖い。あの社が怖い。あの赤い暗闇が怖い。あの音が怖い。
千代の顔を思い出しても、膝に力は戻らなかった。千代を助けたい。それは嘘ではない。けれど、戻ると考えただけで、体の奥が固まってしまう。戻れば妹を連れて来られるかもしれない。戻れば妹は食われずに済むかもしれない。でも、絶望的な思いで膝の上で握りしめた拳を見る。戻れない。やっとそれだけ言った。男は少し首をかしげた。戻らないのですね。沢は否定しようとした。けれど言葉が出なかった。戻れない、戻らない。その二つの違いは、この場所ではあまりにもさまつなことだった。沢は悲しみが死んでいくのを感じた。こんな風に感傷に浸ることすら許されない気がした。なのに、甘酒の熱が腹の底に沈み、雨に冷え切った体を内側からほどいていく。千代のこと、春臣のこと、考えなければならないことばかりなのに、まぶたが重い。寝てはいけない。春臣がここに来るかもしれない。名前を呼ぶと言っていた。その声を聞き逃してはいけない。千代のことも戻らないと決めたのなら、その罪から目をそらしてはいけない。それなのに、体が言うことを聞かなかった。社の板間は硬い。濡れた小袖は冷たい。疲労と脱力で意識だけがそこへそこへと沈んでゆく。目を閉じてしまったらもう朝まで起きられない。そんな気がした。だから沢は膝の上で指を握り込んだ。爪が手のひらに食い込む。痛みで少しだけ意識が戻る。けれど、それもすぐに遠くなった。雨音が遠い。春臣の声も遠い。妹の顔も薄い水の向こうにあるようだった。眠ってはいけない。もう一度そう思ったとき、ふと髪に触れるものがあった。びくりと肩が震えた。けれど指先一本持ち上がらない。沢の頭頂から毛先へ。濡れて乱れた髪を長い指がゆっくりとすいていく。慰めるような手つきではなかった。冷えた体をいたわるでもない。男の指はただそこにあるものの形を確かめている。ここにありましたね。あちらの印が。目隠しの男の声が眠りの淵に落ちてくる。名がいくつも染みています。恐れも祈りも、それに戻らなかった花嫁たちの後も。その言葉が眠りかけていた沢の意識を細く刺した。白蝶貝のかんざし、赤いサンゴ玉、三食様の花嫁だけが刺されるもの。奥社へ入った娘たちが戻らず、翌朝、かんざしだけが御前に残されている。村の大人たちはそれを三食様が返してくださる花だと言った。けれど、目隠しの男は違う言い方をした。
血よ。次にあのかんざしを刺されるのはあの子かもしれない。自分が置いてきた、まだ白むくをただ綺麗だと思っていた妹。嫌だ。そう思ったのに体は動かなかった。耳の後ろに張り付いた濡れ髪を指先が分ける。首筋に触れ、また頭頂へ戻る。男の指が同じところを何度も行き来する。見られている。沢は眠りの底でそう思った。目を覆った布の下ではない、髪に触れているその手で。男の手のひらが頭の形に沿って動くたび、そこに開いたものが髪の隙間からじっと覗き込んでくる。皮膚の上からではない、もっと近い、頭皮の薄い熱の下、血の流れや震える神経の奥まで、湿った視線を差し入れられているようだった。視線が触れた場所から、目には見えない細い根が伸びてくる。その根は、髪の根元に絡み、皮膚の下へ潜り、こめかみの脈に触れ、耳の奥でまだ鳴っている春臣の声を探る。喉に詰まった千代の名をなぞり、胸の奥に沈んだ罪悪感へ静かに届く。雨の匂いがします。男はほとんど独り言のように言った。土と血と御杭の香。それから、指が沢の髪をすくう。逃げたい祈り。沢の胸が眠りの底で小さく震えた。逃げたい。その言葉は確かに自分の中にあった。食われたくない。村に戻りたくない。春臣と生きたい。妹を置いていく罪から目をそらしたい。逃げたい。逃げたい。逃げたい。その祈り、よく覚えておきます。髪を撫でる指が緩やかに頭頂から毛先まで滑る。名はかんざしに預かりました。けれど名だけではまた見失うかもしれませんから。男の手のひらがほんの少し熱を帯びたように感じた。これなら姿が変わってもわかります。沢は逃げなければと思った。けれどもう体は眠りに沈みきっていた。声も出ない。目も開かない。ただ髪を撫でられている感触だけが残る。見られて収められているのだ。自分がここに来たことを、ここで祈ったことを、かんざしを置いて甘酒を飲み、戻らないと選んだことを、忘れないように、見失わないように。男は長い時間、沢の髪を撫で続けていた。人は眠ると静かですね。やがて彼が言った。祈りがよく聞こえます。その意味を考える前に、沢の意識はふつりと落ちた。それでも、髪に触れる手の感触だけは、最後まで消えなかった。